はい、皆さんこんにちは、トルです。今日はホックをこういう風に仕上げる方法を紹介したいと思います。ホックということは、バネホックとジャンパーホック2種類があります。バネホックのこちらの方にバネが入ってますので、バネホックと呼ばれています。ジャンパーホックというのは、上着とか作業服に使われることが多いということなので、ジャンパーホックと呼ばれています。革で包む場合、バネホックとジャンパーホックを裏返して見てみますと、足の長さが全然違うことが意識できますよね。バネホックの方が明らかに短くして、ジャンパーホックが長いことになります。で、革で包む場合、どっちがやりやすいかというと、当然、ジャンパーホックの方がやりやすいです。よく専門書とかに紹介されるように、1枚の皮を 0.2 とか 0.1 までをすきまして、ホックの頭から裏返して包むようなやり方ということが紹介されてますけども、実際操作するときに非常にやりづらいと感じられる方がいらっしゃるかなと思います。今日はある便利な道具のやり方1から紹介しましょう。そのある道具はこれです。まず1枚の皮を 0.3 ミリぐらいで準備しましょう。皮すき器がないであれば、皮の問屋さんで 0.5 とか 0.6 とかの皮を直接購入することもできます。例えばレザーマニアさんは 0.6 の製品をそのまま販売されてますし、アイフェネックスさんは後付け加工で 0.5 ミリまで加工することができます。こちらの道具が2枚のアクリル板になってますけども、例えば私はこのバネホックから作業したいと思います。で、このバネホックのサイズがだいたい10ミリのサイズになりますけども、穴を合わせると一番左柱の合わせていますね。そしたらこの1枚の左側の穴でこちらの方に皮を取りましょう。はい、1枚の皮を取りました。で、実際皮包丁で切っても全然構わないので、完璧な円形じゃなくても問題ありません。そしたらですね、ホックを真ん中に円心の間に合わせて、だいたいその円を描いてください。はい。で、次のステップですね。この皮すき包丁、これがいつも私愛用しているヨークシャインの皮すき包丁なんですけども、この皮の真ん中の円から外の円の間の部分を限界まですきましょう。はい、じゃあやります。で、コツとしては、この皮すき包丁ももちろんですけども、腕のこちらの部分と机を干渉しないようにするのが大事と思います。はい、こうしましょう。ご自宅で皮すき器を持っている場合は、当然あらかじめ 0.3 ミリぐらい用意することができますけども、お持ちでない場合は、皮の仕入れ屋さんから 0.5 ミリとか 0.6 ミリとかの皮で購入することもお勧めします。ただですね、私は2015年からレーザークラフトを始めて今も6年目になりますが、去年ようやく皮すき器を納入したことになりました。ずっと前から皮すき器をしてますけども、いずれ、破れちゃった。問題ないかな？大丈夫と思います。そうですね。いずれは皮すき器を購入しようと思ってますが、なかなか
値段ですね、金額が高くてずっと躊躇してました。でついつい4年目とか3年目とか4年目とかになると革付きがないとそれまで一段上の作品を仕上げることができないかなという思い始めて、お財布と相談しながらついに購入することになります。いずれ自分の技術を上達したいという段階になると革付き機の購入は多分避けて取れない道かなということになりますね。はい。で、私が見たようにさっき少し破れても問題ないと思います。で、ポイントなのはこの周辺エッジの部分とこちらの部分は段差ないように自然にフェードしていくようにするのが大事だと思います。で、手で触るとここに明らかに段差がある感じであればまだまだいけません。原型までつきましょう。じゃあ引き続きやりますね。あとはね、人それぞれなんですが、私がこの革付き包丁の真ん中を持ってってこうやりますけども、実は長いので取っ手の部分を持ってても問題ないと思います。ゆっくり少しずつやりましょう。で、内側外まで削っていくようにつきましょう。で、段差があると思います。その段差を絶対になくすようにしましょう。じゃないと失敗が待ってます。はい、0.1 ぐらいになりました。はい、それではですね、ホックの頭を接着することになりますから、その頭の下準備をやりましょう。私はこのような道具を持ってますので、大体もう同じように400名になります。で、磨いていきましょう。こちらの頭の周辺部分を十分に磨いていきましょう。なぜかというと、皮をここで接着剤で取り付けて裏側に折り返しをしますので、ここに接着力が足りないと皮が簡単に剥がれてしまいます。ですから十分に磨いていきましょう。はい、こんな感じで大丈夫です。これから接着に行きます。接着剤はこの100均で売られているものとレザークラフトの皆さんがよく使われるゴムのりがあります。ゴムのりだと塗布した後にヌレヌレの状態ですが、乾いたら初めて接着力が発生します。で、この100均のやつだと塗布した直後からすぐ接着力が発生しますので、乾いてしまうと接着力がなくなります。で、自信がない方はゴムのりで使うことにお勧めしますけども、ただ接着力はダントツこちらの方が高いんです。今日私はこれを使います。まずですね、真ん中に少しだけつけましょう。それからこのヘラで均等に塗りましょう。豆腐が折りました。で、この軸の溝のある面を上向きにしましょう。こうなります。それからホックですね。接着剤を
ホックの頭に少しだけ多めにつけましょう。ホックの裏側に接着剤つけるのは基本的に難しいなので、頭に多めにつけると後ほど押し込むときに接着剤を押し出せるようにしたいという目的になります。はい、これで真ん中につけましょう。はい、こんな状態です。それからですね、ペンとか真ん中から押します。この状態になります。ちょっとずれてます。それでも大丈夫。最後まで押し込んで、こうなります。位置を調整して、周辺の皮を真ん中に押し込むようにしましょう。ここはね、皮の周辺を 0.2 以下までつかないと折り返しの癖が出ますので非常にやりづらくなります。ですから最初の皮すきの段階でぜひ頑張りましょう。はい、私は爪で回しながら押し込んでます。折り返してみるとまだ完璧状態じゃないですね。見てわかります。まだ角とか出てますけども、少し押し込みましょう。はい、そしたらどの道具でもいいですけど、このまま使いましょう。引き続き回しながら角をなくなるまで押し込みましょう。はい、引き続きやります。頑張りましょう。で、それからこのジグの角を使いながら押し込みましょう。で、今回はバネホックを使ってますけども、バネホックの頭が非常に低いので、皮を真ん中に押し込まないと取り付けの時に、頭が見つからなくなることが結構ありますので、ですからジャンパーホックよりハードルが高いと最初から言いました。はい、引き続きやりましょう。はい、こんな感じです。はい、取り付けます。はい、はい、完成しました。はい、例えばこの1枚のオレンジの皮と裏側にもう1枚の皮を貼り合わせて間に芯材を入れてこのホックを取り付ける場合、こちらの周辺芯材にこちらの一括りの穴をつけて間に挟むようにしといて取り付けると、このボタンですね、少しだけ奥に入り込むようなイメージが作られます。そうするとより一層見栄えが良くなります。例えばですね、私は別でつけた全然1枚の皮でつけたホックですけども、こうなります。これと同じように。で、これ
両面の貼り合わせなんですけど、間に芯材が入ってます。芯材のこちらの部分とこちらの部分、穴を開けてます。芯材の方にね。で、横から見ると少し入り込むような感じがあるんじゃないですかね。比べてみたらわかるかなと思いますね。はい。あとはですね、取り付けの際にホックの頭より一区切り大きいの穴を利用するのがおすすめします。例えばですね、こちらのホック、革で包んでるんですから、一区切り大きくなりますので、従来の穴に合わせてつけてしまうと、こちらに傷ができちゃいます。で、一括り大きいの穴をつけてしまえば問題なくなりますのでご注意ください。今日はホックの仕上げ方法を紹介することになりました。ありがとうございました。